こんにちは、ギターの上谷です。今回はヘンツェのノクターンについて演奏解説をしたいと思います。作曲者のカール・ヘンツェは1872年に生まれたドイツのギタリスト作曲家です。このノクターンはいろんな教則本や曲集にも必ず載っていると言っていいような定番曲なので、クラシックギターを弾いている方は、一度は弾いたことがあるっていう曲じゃないかなと思います。ノクターンっていうのは野草曲って訳されることが多いですけども、ショパンのノクターンなんかが有名ですね。もともとピアノのための曲のスタイルだったようですけども、ヘンツェは時代的に、ショパンなんかと比べてもだいぶ後の時代の人ですから、もうノクターンっていうスタイルがね定着してギターでも使われるようになっていたっていうことなんでしょうね。で一般的にノクターンっていうのは、夜の曲っていうことで、もちろん夜どう過ごすかはいろいろ過ごし方あると思いますけれども、割と穏やかな静かな曲っていうスタイルですね。実際に譜面を見てみると、最初ピアノで始まってます。今言ったように穏やかなスタイルだと思うので、これぐらいゆったりしたテンポでもいいと思います。もちろんもうちょっと早く弾いてもいいかなとは思いますけども、そんなにせかせかした感じの曲ではないかなっていうのが私の印象ですね。で、ここまでのところでまず何がポイントか、最初に言ったように割と穏やかな静かなスタイルだっていうことはあるんですけども、それ以外にポイントとなるのは、メロディーを大事に弾く、どこがメロディーなのかっていうことをねよく意識して弾くっていうことかなと思います。最初のところちょっとメロディーだけ弾いてみます。こんな感じになりますね。で譜面の上では不備っていうんですけど、音符の棒の部分ですね、それが上向きになってる部分、そこがメロディーの部分だって、大体簡単にはそういうふうにね考えればいいかなと思います。で出だしはピアノなのでそんなに強くないんですけど、この一弦の方ですね、こっちがメロディーになるので、この音がよく聞こえるように、で自分で弾く時もその音をよく聞くようにして弾いてください。で例えば今のとこですね、わざとこの伴奏の部分をちょっと強めに弾いたんですけど、ここですよね、ここがあんまり強いとちょっとメロディーの流れを聞こえにくくしてしまうので、少し抑えめに弾くっていうのが大事なとこです。ここもそうですね、あまり無防備にここ強く弾いてしまうと、このソファーっていう流れが聞こえにくくなってしまうので、ちょっと抑えめに。ここもそうですね。でここもそうです。あんまりここ強く弾かないことですね。そしてでこの部分なんですけども、この今ここに譜面に書いてある通りの運指で、特にここですね弾いたんですけど、ここちょっと気をつけないとこういう低音源のノイズが出やすいので、ノイズ出ないように気をつけて弾くか、あるいはちょっと運指を変えてしまってここで3弦に移る。そうするとノイズは出にくくなりますね。
運指を変えるっていうのもちょっと一つの手段かなと思います。そして続いて次は繰り返しの後ピアニッシモなんですね。出だしの部分よりさらに弱い感じになりますね。ここです。で、ここではメゾフォルテになってるんですね。なのでちょっと強くなりますね。そしてこんな感じになります。でこの譜面ではないですけど、譜面によってはね、ここにスフォルツァンドがついてる譜面なんかもありますね。ちょっといろいろなバージョンがあるようなんですけど、ここスフォルツァンドっていうのはかなり強くする。それも分かりますね。割と盛り上がるというかね、強いところだとは思います。そして次のフォルテ、これは大体どの譜面でもフォルテになってると思いますが、このここですね。でここはやっぱり全体の中で一番盛り上がるところっていうか、ちょっと激しい、最初に言ったようにノクターンはあんまりそもそも激しい音楽ではないんですけども、ちょっと激しい部分かなっていうことですね。でただここは激しいんですけど、あんまり野蛮というかワイルドな感じにはならなくていいかな。そして最初の部分でメロディーは棒が不備の部分が上向きになっている部分がメロディーですよみたいなこと言ったんですけど、この部分はちょっとそれは当てはまりませんね。むしろ低音が、メロディーというほどメロディアスでもないですけど、下の方がどちらかというとメロディーに当たる部分になるかなと思います。このこちらがね、音の流れというのがねありますよね。なのでこっちをしっかり強調してここは弾くといいと思います。そしてちょっとここかっこいいですよね。半音で上がっていく和音で。この譜面ではクレッシェンドでここでフォルテになるってなってるんですけども、ここら辺からだんだん盛り上がってってフォルテ、今ちょっと止まりましたけど、そんなに止まらなくていいんですが、ポコリタルダンドなのでちょっとゆっくりしてまた最初に戻ると。最初に戻るっていうか、最初と同じパートですね。でここは特にこの譜面ではピアノとは書いてないんですけど、で最初と同じだから絶対ピアノとはもちろん限りませんけど、でも似たような雰囲気でいいんじゃないかなとは思います。だから一旦ここでフォルテでポコリタルダンドでちょっとまた静かになってアテンポっていうような感じで戻っていけばいいのかなと思います。そして基本的にここは最初と同じ形で終わるんですけども、最後にまたピアニッシモでこんな感
感じ。これエンディングですね。さっきの最初と同じ部分がここで終わるわけですけども、これでねほとんど終わってもいいような感じはしますけども、さらにエンディング綺麗ですよね。ここで、ここに書いてあるモレンドっていうのは消え入るようにっていうような意味ですね。なのでもう本当に静かに、ピアニッシモで始まってそれが消え入るようにっていうことですから、本当に静かなこんな感じで終わるといいのかなと思います。今私はピアニッシモから消え入るようにっていうので、少しこの弾く場所ですね、それをちょっとこっち側に寄せて弾きました。こういう風にすると少し音色が柔らかくなるので、消え入るような感じっていうのがね、そういう感じで作ってみたっていうことですね。これはもちろんこうしなきゃいけないっていうことじゃなくて、私のちょっとしたアイデアです。他にもいろんなアイデアあると思うので、そこはいろいろね工夫されるといいと思います。今見てきたようにこの曲は、ね、最初に割と静かで穏やかとは言いましたけども、それなりに強弱の幅もピアニッシモ、最後ピアニッシモですけども、フォルテ、フォルテッシモはないですね。譜面によってはスフォルツァンドって書いてある部分もありますけども、でもフォルテの部分もあるので、強弱の幅はそれなりにつけて、あとはやっぱり最初にも言いましたが、メロディーを大事にして、メロディーのパートをよく聞こえるように弾く。あとちょっと応用編としては、初心者の方がねまだあんまり曲をやったことない段階でこの曲をやる場合はそこまでちょっと難しいかもしれないですけども、やり直しというか、ある程度弾ける人がもう一回やってみようみたいな形でやる場合には、消音なんかにもね注意して弾かれるとより綺麗に仕上がるかなとは思います。例えばこういう部分なんかですね、ここフォルテで入るんですけど、この次のラを弾くときにこのミを消しながら弾くと、やっぱりちょっとメリハリがつくというか、何もしないとこんな感じです。でちゃんと消音するとこんな感じになります。消音については他に解説した動画がありますので、そちらの方も見ていただければと思います。ということで今回はヘンツェのノクターンについてお話ししました。いかがでしたでしょうか。これからまたこういった比較的優しい綺麗な曲について演奏解説していきたいと思いますので、引き続きぜひご覧ください。ではまた皆さん、楽しいギターライフを。